今日はお金回りがざわっとしてるじゃん。本当に動きが大きい話から始まるのだ。最初は金利よ。家計に近いからちゃんと見ておきたいわね。物価が先に走るって見方が強まって金利がじわっと上がったのだ。借りる側から見るとちょっと落ち着かない空気ね。10年もの国債の利回りって長く借りる時の目安みたいなやつじゃん。その目安が一時 2.81% まで上がったのだ。1997年5月以来ってかなり久しぶりよ。前の時代に戻ったみたいでびっくりするよね。日銀が上げるペースよりインフレの方が早いかもって見られているのだ。つまり政策より先に値上がりが来るかもしれないって空気で債券が売られてるわけね。売りが増えると値段の見え方も変わるんだ。お金の流れってややこしいじゃん。国債は買われると利回りが下がって売られると上がるのだ。その辺財布の紐が緩むか締まるかに近い感覚ね。家計で言うと住宅ローンの空気がちょい重くなるのが気になるじゃん。固定化変動化で見え方が違うから借りる人は気にしておくといいのだ。ただ全部が一気に変わるわけじゃないわ。市場が先に動くことも多いもの。先輩方、こういう時は今の値段よりこれから上がると思われているかが聞きやすいんです。なるほど。先読みで空気が変わるんだね。関取みたいで嫌だ。だからニュースを見るときは今の数字と次の空気を両方見るのだ。暮らしに近いところほどじわじわ効いてくるから見逃せないわね。次は南シナ海で台風10号ができた話なのだ。日本には近づかない見込みだからそこはまず一安心よ。でも海の方は別だよね。船は気をつけなきゃじゃん。南シナ海で熱帯低気圧が台風10号に変わったのだ。熱帯低気圧は台風になる前の段階みたいなものね。数字だけだとピンとこないけど強い風って聞くと急に怖いじゃん。中心の気圧は998ヘクトパスカル。風も強めなのだ。ヘクトパスカルは気圧の単位で空気の重さみたいなものよ。中心付近の最大風速は18メートル。瞬間では25メートルって結構元気じゃん。しかも中心から半径280キロまで強い風があるのだ。半径280キロってかなり広いわね。船ならのんびりしてられないわ。ほんとだよね。ちょっと油断したら別の海域でも影響だそうじゃん。1時間に20キロで西へ進んで6日には弱まる見込みなのだ。日本に来なくても海の予定がある人は最新の予報を見ると安心よ。遠いから大丈夫。で飛ばすと後で困るやつだよね。台風の名前にビビるけど進路を見るのが一番大事なのだ。そうね。陸に来なくても海は別で揺れるから油断しない方がいいわ。10号って10回目って意味に見えちゃう人もいそうじゃん。番号は発生順よ。強さとは関係ないわ。だから見出しだけで決めつけず進路を確認するのだ。みんなも海回りの予定があるなら予報はこまめに見とこう。次はテスラの販売が伸びた話なのだ。お金の流れが戻ると空気も変わるわね。 EV って電気で走る車のことじゃん。そこがまず大事だよね。ガソリンを飲まない分出費の見え方も変わるのだ。飲むって言い方は変だけど燃料代の差は確かに大きいわね。毎日使うものほど出費が気になるじゃん。今年4月から先月までで前の年より 24.9% 増えたのだ。2割強ね。車のニュースでこの伸びはかなり目を引くわ。48万台ちょいって道で見かける回数も増えそうじゃん。中東情勢でガソリン価格が高くなったのも追い風なのだ。毎回の燃料代が上がると車の見え方も変わるわよね。それ日々の出費が軽い方を選びたくなるやつじゃん。ヨーロッパで需要が戻って中国でも売れ行きが伸びているのだ。去年はマスク氏の政治的な言動をきっかけに不買運動があったからその反動もあるでしょうね。ネットの空気って本当売れ方に出るんだね。ただ中国の BYD みたいな強い相手もいるしアメリカでは弱いのだ。
BYD は中国の大手 EV メーカーで、値段と性能の勝負はかなり厳しいわ。原油の先物価格も下がり気味なら、ガソリン代の流れがまた変わるかもじゃん。先物は、先の受け渡しを決めた値段のことね。先読みで動くのよ。つまり EV の勢いがこのまま続くかは燃料代との睨み合いなのだ。車選びって毎日の出費と使い方で決まるから気になるじゃん。ここで少しだけ EV の呼び方の話をしてもいいですか？ EV って電気自動車のことなのだ。それも正解です。狭く言うと電気自動車、広くは期待値や電子ボルトの略でも使われます。車だけじゃないんだ。同じ3文字でも全然違うじゃん。そうなんです。企業価値やエレベーターの略として見かけることもあります。略字って、本時を抜くと別物になるわね。テスラの話で EV が出たら、まず車の意味で受け取れば大丈夫ですよ。同じ文字でも意味がいくつもあるなんてちょっと面白いのだ。概要欄にリンクもあるから、気になったやつだけ見てね。高評価してくれると、続きも作りやすいわ。今日は金利も台風も EV も暮らしに近い話が揃ったのだ。また次回も一緒に見てほしいじゃん。